はい、どうも、皆さん、こんにちは。キャプチュンです。本日も動画をご視聴しに来ていただき、本当にありがとうございます。本日も浮かせ技を使わないハウジング内装を作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、本日なんですが、また和風の内装を作っていこうかなと思っております。で、テーマは和風で、吉原遊郭のような個室を作っていけたらなと思っております。ただ、史実がそんなにちょっと調べてないので、どちらかといえば、アニメとか漫画とか、そういった、あと映画ですね。そういったものの影響を強く受けてる内装となっておりますので、実際はこんなに派手じゃなかったよとかっていうのはあると思うんですが、ご了承ください。それでは作業していきたいと思います。では最初に、今回のハウジング内装なんですけども、下にもうすでに畳フロアを引いていて、壁はラベンダーベッドのそのままの壁紙を使ってます。で、ライトはやっぱり和室の内装になるので、和室系の照明を使っています。では今回のハウジング内装に使う家具のご紹介をします。今回は、壁がメインとなります。なので、壁材というか、壁を装飾するために使うものがいっぱいあります。ステージパネル、ピュアホワイトパーティション、あとは、こちらの本棚、白金本棚とか、この、すごいカラフルな、ちょっと読み方わからないので、ちょっと読めないんですけど、こちらとか、あとは障子のついたてとか、ステージパネルとか、こういったものを使っていきます。あとは装飾に縁台だったり、土間水木だったり、もうパッと見で和風という感じの家具を集めております。はい。では早速ですが作っていきます。今回なんですけれども、ドア周りから作っていこうかなと思っております。ドアこちら。ドアの手前に、ちょっとした空間の、廊下みたいなところを作って、個室を作って、突き当たりに桜の見える窓を作っていこうと思っております。じゃあ早速作っていきたいと思います。まずはシュラウドパーティション。こちらを2枚使います。シュラウドパーティションを本来ついているこちらのドアの両サイドを挟むように配置します。で、畳をあらかじめ引いてるので、畳のちょうど半分ぐらいですね。このように置きます。はい。で、続きまして、こちらですね、障子ドアですね。ついたてかな？障子ついたてを置きます。で、置く場所は、こんな感じで、開く方がドアの前に来るように置いてください。後からちょっとずつ調節するので、今は適当でも大丈夫です。大体で置いてください。で、続きまして、左右にステージパネルを置いていきます。今回はこちら、ハニーイエローで染色したステージパネルと、こっち側にはオサードブルーで染色したステージパネルを置きます。で、こちら側なんですが、空いてるところさえ見ればいいので、こんな感じでもう半分ぐらい隠しちゃいます。できればステージパネルの裏のこの木の枠がシュラウドパーティションからはみ出ないように置くと見栄えはいいかもしれません。はい、置きました。で、続きましてまた障子のついたてを使って、この少し残った障子部分を隠すように柱だけが見えるように置きます。こんな感じですね。できればこの中心の黒い枠もあるといいかなと思います。のっぺりした印象がなくなるのでね、その方がいいんじゃないかな。
でも同じように、ちょっと前に出てますね。切れば揃えたいので、こんな感じですね。では、こちら側とこちら側の壁を作っていきます。まず、白金本棚を壁ギリギリで配置します。これぐらいかな。これを3つ並べます。並べましたら、反対側も同じように3つ並べます。隙間が開かないように並べましょう。後から調節できるので並べました。続いて、こちらの本棚の前にステージパネルを置いていきます。で、置く位置は、この格子の扉が隠れる位置で設置します。ダラガブレッドで染めています。ちなみに、本棚はスートブラックですね。で染めてます。ちょっと隙間空いてるんで、こういうのは直してください。で、ここはみ出ても大丈夫なので、ここさえ綺麗に揃っていれば問題ございません。反対側も同じようにやっていきます。はい、設置しました。綺麗ですね。はい。で、続きまして、綺麗に並べたんですけども、真ん中に線をちょっと入れたい箇所が、こことここ。中心はこのままで、両端を少しだけ前に出します。そうすると、こうやって真ん中の線が出てくるので、扉が出てこない位置で、こんな感じで、少し、のっぺりとした印象を装飾で変えていきましょう。よいしょ。こんな感じかな。はい、できました。続いてこちらにピュアホワイトパーティションを入れていきます。モスグリーンで染めてるんですが、好きな色にしちゃってください。OK かな。黄色系。紫系。ない方がいいか。はい。4枚あるうちすべて、このような感じで配置しました。続いては、こっち北面ですね。作っていきます。で、まずは、ここのはみ出てる部分を隠すために、ホワイトパーティションで塞いでいきます。塞ぐ形は、イメージとしてはこんな感じですね。ちょっと今、仮置きします。こうやっておいて、これで置くイメージですね。
で、やっぱ左右対称にしないとかっこ悪いんで、だいたい、気持ちになっちゃうんですけどね。もしきっちりしたいのであれば、一度ちょっと床材を違う、格子状の床材に変えてもらってやると、綺麗にできると思います。とりあえず、ざっくりで、大体でやりますね。はい。そしたら、こっちを、少し奥にずらして、はい。これで、窓側の、ホワイトパーティションの位置が確定しました。で、次に、同時で、枠付けをします。こんな感じですね。で、こっち側も、あったあったあった。で、ここの幅なんですけども、こっち側もうちょっとこっち来るか。幅なんですけれども、後で、アクアリウム G4 これを入れます。で、この際に、この木の枠が隠れるようにしたいので、もうちょっと内側かな。もうちょっと内側かな。これぐらい内側に入っていれば、これぐらいがいいですね。内側に入ってればしっかりと木の枠隠れるみたいなんで、この幅で、もう一回やります。すみません。さっき完成ですって言ったんですが、ちょっと調節してますね。アクアリウムで調節して完成っていう感じですね。すいません。よし。はい。では続きまして窓際を作っていきます。で、窓際を作る際に使うのはホールパーティション。これを4枚使います。こんな感じで幅広くなるように4枚並べました。で、あまり重ならないように、なんか重ねるとチカチカするので、ちょっと、こんな感じでちょっと動かすとチカチカして、目にもなんか良くない気がするので、できるだけ重ならないように、かつでも、綺麗につなぎ目が見えないように設置します。はい。設置したら、これを内側に持ってきて、はい。綺麗にします。OK。そうしましたら今度は窓の外ですね。ステージパネル、ロータのブルー。これで染めたやつを奥に並べます。で並べるときは境目が綺麗になるように境目が見えないように設置してください。で続いてこのままだと上が見えちゃうので、フットロフトを、適度な高さで屋根として設置します。空間が開かないようにだけ注意してください。はい、設置しました。続きまして、桜、土間水木ですね。これを並べていきます。こんな感じ。いいですね。で、次に、ウッドスラットパーティションで窓枠。できれば奥に揃えて、4か3ぐらいで並べましょう。はい。で、続きまして、ここに
水槽を置くんだよと言ってたんで、水槽を置きたいと思います。アンティークウォールシェルフとか、台座ですね。台座のシェルフを使って乗せます。アクアリウムの G4 をまっすぐにして、これの真ん中に乗るように、こんな感じかな。で、乗りましたら、この下、乗せた、シュラウドじゃなかった。もうちょっと上かな。どうかな？ギリギリすぎるかな。もうちょっと上。アンティークウォールシェルフがちょっと見えてしまう形にはなるんですが、ちょっと浮かせ技を使わないので、ここに何か3つ並べてここを台にするなりなんとかしてちょっとごまかそうかなと思います。じゃあ続いて、この飾りの扇扇子扇子か、扇じゃなくて扇子を、まあ、デザインよく並べておきます。ちなみになんですが、水槽で泳いでるのは銅魚っていう金魚です。深生エリアで確か取れるので、そんなに難しい魚ではないですね。はい。ドアじゃなかった。窓の外の仕上げとして、ちょっとライトを設置します。インダイレクトウォールランプを一度、ライトをつけて、ライトを下げて、場所を決めます。で、決める位置は、こうやってやった時に、綺麗に、花の影が見える位置で置きます。こっちも綺麗に花の位置が見える位置で置きます。こんな感じかな。すると花びらの方が綺麗に映るかな。はい。で、1個残ってる土間水木もあとは適当に配置します。OK。で、竹の鉢植え用意したんですけど、竹の鉢植えの影ってすごい綺麗なんですよ。細かくて。ただ今回は綺麗に下に影が落ちてるように見えたので、使わないことにします。はい。では、暗くしたので、ここに、ちょっと明かりを置いていきたいと思います。入り口近く。で、こっち側に布団敷きたいので、布団の前あたりに置いておきますね。では、一旦作業するためにライトをもう一回戻します。はい。窓の外完成いたしました。では、あとはもうほとんど細かい装飾になります。ここにいっぱい用意したこの着物の布みたいなやつ。名前わかりません。ごめんなさい。これを、この本棚の上に置いていきます。で、上の段の着物がこう手前にこう出てる状態を表にしておくと綺麗に並べられるみたいです。OK。ちょっとバランス悪いかな。で、次に、こっち側も、セルハンみたいなこうにして、
るべく枠が消えるように。こんな感じかな。はい。反対側も同じように回して。いきます。派手になりましたね。ド派手ですね。あとは、装飾品を置いていきますね。センスも、泣いてるところに何個か並べておいても綺麗かもしれないですね。で、掛け軸。で、今回はあくまで遊郭風の内装になりますので、冒険者が休む空間もちゃんと作っておきたいと思っています。こんな感じで、ね、置きます。よいしょ。お酒とかここに置くといいかもしれないですね。とっくりのやつ。で、演台は、この足元の装飾が綺麗なので、映えますよね。よいしょ。こんな感じかな。はい。一応これ家具設置完了いたしました。で、カンパニーチェストと、あとオーケストリオンを置いてるので、2個減らすとだいたい70個ほどで完成いたしました。明かりが足りない場合はもうちょっと追加していただけるといいかなと思います。こんな感じですね。雰囲気いいですね。はい。はい、これで完成となります。最近ちょっと暗めの部屋ばっかり作ってるような気はするんですけども、やっぱり雰囲気重視にすると明かりとかも大切にしちゃって、結果暗くなっちゃうんですよね。悪い癖だなとは思うので、今度は明るい部屋でも作ろうかなと思います。はい、完成いたしました。いかがでしょうか。今回70個ほど、あと30個ぐらい残りあるんで、いろいろとまだ装飾するところはたくさんあると思いますので、ぜひぜひオリジナルアレンジしてみて、もっと豪華なですね、個室を作ってみてください。では、今回の動画は以上で終わりとなります。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタンやコメントなど残していただけますと幸いです。では、次回の動画でお会いしましょう。また次回よろしくお願いいたします。それでは、またねー。